大阪市の中心地、中之島にある大阪市中央公会堂。こちらでは今、クリスマス展2023が開催されています。この公会堂の赤レンガと白い花崗岩のコントラストは大変美しく、東京駅をデザインした辰野金吾氏が実施設計した国の重要文化財です。さあ、会場に向かってみましょう。会場は地下1階ですが、地下といっても地上からすぐのアクセスがしやすい場所です。このテラス席は公会堂のレストランです。店内はレトロモダンのインテリアで、この店のオムライスが有名で、私もいただきましたが、大変美味しかったです。このドアは扉の外側が手前に自動で開くという不思議な開き方をします。館内に入るとまず目に入るのが特徴的な天井。レトロ建築に多いアーチ状の天井が見えます。その左側がクリスマス展の会場です。午前中のオープンしたばかりの会場に入ってみたいと思います。会場の半分の壁は木材をあしらったデザインになっていますが、これは耐震構造の改修工事を行った際に地中から掘り起こした木材を再利用したものです。来場されるお子さんのために可愛らしいクリスマスリースやクリスマスの小物たちを受付にディスプレイしました。それでは大阪市中央公会堂クリスマス展2023をご紹介していきたいと思います。こちらの会場は公会堂にある会議室の中でも一番大きい大会議室です。会場の真ん中にパーテーションパネルを組んで順路を作ってありますが、135平方メートルの広さは作品をゆっくりと歩いてみられるちょうど良いサイズです。入り口を入ってすぐ左側の壁面から順路になり、公会堂の館長さんのご挨拶から始まります。1点目の作品は小川博さんの色鉛筆による風景画です。ライトアップされた公会堂が美しく描かれています。これはご本人の個展でも展示される機会もあるでしょうから、ぜひ原画をご覧になってみてください。こちらは松原健二さんの作品です。公会堂の特別室にステンドグラスがあるのですが、その前で女性がトナカイのカチューシャをつけています。松原さんは女性や子供を中心に生き生きとした表情を描くことに長けている方です。張達夫さんの作品です。普段仕事の絵はパソコンで描かれていますが、画家としても活動されており、作家活動の際は今回のように油彩で描かれていたりもします。風景画の詩人とも呼ばれており、毎年カレンダーにも採用されている方です。三田めぐみさんです。貼り絵の作品でご自身で色を染色してモチーフに合う部分を切り出して作られています。抽象化されたモチーフはシンプルかつスタイリッシュに仕上がっています。こちらは漫画家でイラストレーターでもある北川翔さんの作品です。掛け編みというクロスステッチのような線を超絶技法で絵の前面に書き込んであります。次回の北川さんの個展でも展示されると思います。パステルで描かれた作品は谷口修郎さんです。ご自身がブルーベアシリーズという青いクマをモチーフに描かれている作品の一つとして、この公会堂とクリスマスのモチーフを描いてくれました。青一色の世界に優しさを溶け込ました作品が魅力です。続いては福田理央さんです。この作品は羊毛フェルトで描かれています。羊毛フェルトというと立体の動物などを想像しますが、これは羊毛を画材として考え、布に刺して描く絵画としてタブレーヌという表現手法です。釘本みどりさんです。先ほど出た松原健二さんを師と仰いでいる方です。丁寧な色鉛筆さばきによる作品は柔らかいタッチで穏やかな世界を作り上げています。鈴野舞さんです。鈴野さんは季節の移り変わりの中に見える植物や動物などを水彩画で描かれています。海の近くで生まれ育った環境が自然を愛する作品を描かれる理由なのかもしれません。桃田まどかさんの作品は墨で描かれた2枚1組の絵です。公会堂の中集会室という晩餐会をする部屋に男女を描いています。ロマンティックな作品ですね。伊藤良一さんです。
リアルな風景をベースに描きながらも縦長の構図を生かしたファンタジーの世界を作り上げている楽しい作品です。よく見ると森永エンゼルちゃんもいたりします。長岡悦子さんです。サンタクロースの卒業式という作品で世界中の子供たちに幸せを届けに行ってほしいですね。田中俊也さんの作品です。様々なタッチで人物を描き分けることのできるスキルは見事としか言いようがないです。今回も大勢の人物と高解度を描いてくれました。原田正美さんです。黒をベースにするという使い方は難しくて無機質な絵にもなりがちなのですが、植物をサブモチーフとしてとてもスタイリッシュな作品になりました。頼殿さんです。独特な顔つきの猫たちが印象的で、公会堂の外観と1階の大集会室を描いてくれました。シュールな猫たちが可愛いですね。福井綾乃さんです。公会堂に集う様々な人々が描かれています。その一人一人にストーリーを感じさせるようなシーンですね。2枚目のシュトーレンはドイツ発祥のクリスマスの定番のケーキです。とても美味しそうです。山田武さんです。こちらも公会堂に集う若い人々です。よく見るといろいろなものに仮装した人が溶け込んでいます。それを見つけるのも楽しいですね。軽快でコミカルなタッチはいつの時代にも欠かせない要素です。大野正文さん、公会堂の屋根の上にいらっしゃるローマ神話のメルキュールとミネルヴァをご自身の可愛らしいタッチで描かれています。2人で何を話しているんでしょうね。松本俊介さんです。クリスマス展の PR で新聞にも掲載された作品です。雪の公会堂というのもぜひ見てみたいですね。大塚明さんの作品です。大塚さんがサンタクロースを描くのが得意なのはもちろんですが、これはアメリカ大手のテーマパークのアトラクションポスターのタッチがかっこいい作品です。これをクリスマス展のポスターにしたかったくらいです。続いては増田幸子さんです。窓の外に見える公会堂を2匹のハリネズミが仲良く寄り添っているシーンはほっとする優しさを感じます。この作品もクリスマス展の PR に一役買ってくれました。島崎みゆきさんです。オイルパステルやアクリル絵の具で描かれた自然の絵は力強さを感じます。公会堂が実際にこのように木々に囲まれていたら本当に素敵なシーンになるでしょう。たくさんのハムスターたちが作っているのは公会堂が乗ったクリスマスケーキ。こんな可愛いシーンを加藤優子さんが作ってくれました。年末の忙しい時は猫の手もハムスターの手も借りたくなりますね。早崎千恵子さんの作品です。今回はあえて小さな作品を3部作で出品してくれました。普段はファッション系の女性を描かれることが多いのですが、私も建物を描いた早崎さんの作品を初めて見ました。公会堂が早崎さんテイストになっているのが魅力です。内山博隆さんです。公会堂のクリスマスのシーンを夜と昼とで描いてくれました。公会堂はもともと直線と円などで構成されている建築デザインなので、このようなイラストレーターで描く作品とは相性が良く、とてもクリアで素敵なシーンになっています。佐藤ゆりさんです。ドット絵で描かれた公会堂がとても楽しいです。最近またドット絵が流行ってきているんですかね。私も仕事で最近制作をしたばかりです。ゲームになったら楽しそうですね。宮川聡子さんです。舞台や漫画の世界の一シーンのような作品で、登場人物はどのようなストーリーを展開しているのか気になる、そんなイラストになっています。本山ひろ子さんです。2作品とも公会堂がモチーフですが、2番目の結婚式のシーンはとても荘厳で、この絵をご覧になったご来場者の方も、こんな素敵な結婚式を挙げてみたい
とおっしゃっていました。小俣貴子さんの作品です。公会堂の螺旋階段は建築などが好きな方にはここを目をつけるみたいなんです。この手すりのデザインは公会堂のすぐ近くにかかっていると橋と同じ衣装なんです。クラシックな装いの子供たちが公会堂とすごくマッチしていますね。高田美香さんの作品に描かれているこの人物はどなたかわかりますか？この公会堂の建築資金を一人で全額寄付した岩本栄之助です。この公会堂はいわば岩本栄之助からのプレゼントということでサンタに扮した伊之助を描いたということです。2つ目の作品は大阪のおばちゃんのクリスマスをイメージした作品です。タゴベルさんの作品です。上下2作品で1つの作品になっています。アップリケと刺繍の手法で描かれた公会堂です。淡いパステルカラーの空間に星が絵の中から額縁の外まで広がっていく様は夢があって素敵です。こちらは武藤治さんの作品で2つで1つの作品になっています。無限と名付けられた作品は夢か幻か、そんな不思議な世界を表現しています。吉川慎さんの作品は抽象化したグラフィカルなアート作品として完成しています。シンメトリーがとても美しい作品です。丸山正人さんは水彩で描く風景画が大変好評で、シーンをドラマチックに仕上げるのが本当に上手なベテランの方です。この絵のようにクリスマス期間に公会堂前に回転木馬があったりすると素敵ですね。大沢由紀さんは風景や小物のモチーフをグラフィカルに仕上げて具象的なシーンを作り上げています。可愛らしくもありますが、シックな色合いが大人の方へも好評な作品です。マコ・オケスタジオさんの作品は今回は公会堂とクリスマス、さらに海もテーマにして描かれたそうです。お客様の中には大阪だからたこ焼きのタコをイメージしたのかなとおっしゃっている方もいらっしゃいました。安田正明さんの作品はこの展覧会の中でも特に異彩を放っていました。大阪の街を凝縮したシーンで戦から帰ってきたサンタの格好をした武将とその家来たちが奥に見える公会堂に向かっている、そんなイメージの作品です。たこ焼きの月が特に大阪の方への注目度は抜群でした。田村サリーさんです。スノードームの中に公会堂があって本当にこういうのがあったら欲しいですね。作品全体のフォルムは可愛いのですが、マットにもデザインを施した仕上げ方で大人可愛い作品になっています。吉田典恵さんの作品です。ビビッドな色使いや動物たちの表現が海外のアーティストのような、そんな独自の世界観を放ったテイストになります。こちらの壁面には産学連携として大阪市立デザイン教育研究所の学生の作品になります。この飯田美香さんの作品はファブリックにプリントしてそのままインテリアとして部屋に飾る、そんなイメージを感じました。足立正人さんは動物を描くのを得意とされていて、デザイン性が高い公会堂と緩い動物たちのコラボレーションがとても上手にマッチしています。中村頼子さんの作品は切り絵の原画です。丁寧に一つ一つ切り抜かれたパーツが熟練の技とこの作品に深みを与えてくれる素敵な作品です。コッペ06303です。公会堂の階段の手すりをデザインに取り込んだ作品で、色使いが温かく優しい雰囲気の中に小さな動物たちが遊んでいる、そんな癒されるイラストです。三木博則さんの作品はレトロな雰囲気のデザインが素敵です。ご本人曰くもっと粗い網手のプリントの仕上げをしたかったそうです。山崎隆さんは
公会堂の特別室の中で行われているサンタクロースたちの晩餐会です。天井側のイザナギ、イザナミの2人の神様もサンタクロースの格好をしているのが可愛いですね。ゴミさんは今回の展覧会で唯一コミックイラストの分野からの出展です。1枚目の作品はクリスマス展のプロモーションムービーでも登場した公会堂の屋根の上のローマ神話の神様たちです。素敵なシーンを描いてくれました。坂上大輔さんの作品はどのような作品になるのか実は楽しみにしていました。坂上さんの優しい世界が公会堂のテーマと合致してまさにご自身のテイストになっています。宍戸隆二さんの作品は精細に描かれた公会堂のステンドグラスが見事です。透き通った空気の中にクリスマスの夜の静寂を感じさせる、そんな上質な作品になりました。キャン・ミノルさんの1枚目は内部アートの作風で繰り広げられる公会堂前の世界です。人々が集う姿やサンタ帽をかぶったイルカたちも可愛らしく描かれています。悦美さんの作品はサンタは何人というタイトルで、こういう絵の中で遊べる要素は子供も大人も大好きですね。小倉正美さんの絵はご自身の作風が特徴的でキャプションがなくてもわかります。絵を見ているとストーリーを感じる絵本の一シーンのようです。中村明夫さんの作品は自身が得意とする動物キャラクターたちが大集合。きらびやかな世界に動物たちがたくさんいるシーンは飽きない楽しさがあります。岩西真由美さんは公会堂とくるみ割り人形を合わせたクリスマスらしい作品です。春子猫さんの絵には猫が登場しますが、これはステンドグラスがある特別室にいる紳士淑女の2匹の猫です。厳かなシーンをとても品のある作風で描き上げた作品です。山月清香さんはかつて大阪は水の都と呼ばれていたことを思い出す、そんな風景の一枚です。白石よし子さんのイラストは犬愛にあふれています。犬好きな人は特定の犬種にこだわる傾向にあると聞きますが、2枚目はそんな人もまんべんなく好きになってもらえそうなたくさんの犬種のワンコがいて可愛い作品になっています。松原敦さんの作品は一体何で作ってあるのだろうという不思議な質感がありました。透明なアクリル板に描いて重ねているのでしょうか。次回聞いてみたいと思います。天野節子さんはもうこの2枚の絵からして猫が大好きなんだなっていうのが伝わってきます。どれを見ても可愛いんですね。猫好きにはおすすめの1枚です。井上達也さんの作品は公会堂を独自の解釈でリデザインをされた仕様になっています。ご自身が普段可愛らしいキャラクターなどを描いているだけに、これを描こうと思いついた発想が素晴らしいと思います。白井美奈子さんは天使たちと公会堂を描いています。楽器を演奏する天使と歌を歌う天使はクリスマスの夜に舞い降りた奇跡のような新刊です。とても素敵な作品でした。花のカフェ橋爪香織さんは現場でこの作品を見るとプリントに不思議な質感があるのです。聞いたところによると銀色のシートに出力しているそうです。デジタル作品は何に出力するかで見せ方が本当に広がるのだなと思いました。斉藤直樹さんの着眼点は面白いです。大阪とイタリアの形って両方ともブーツの形に似てるんですね。これはぜひイタリアの人にも見てもらいたい作品です。津田蘭子さんはフランケンのクリスマスというタイトルですが、フランケンの剣が犬なんですよね。公会堂がフランケンたちの洋館になっているという面白いアイデアが来場者には受けていました。吉山麻子さんの作品は北欧テイストの森の中に公会堂が自然と溶け込んでいます。この絵もファブリックにプリントしてインテリアとして飾りたくなりますね。鎌田美香さんは版画のようなこの作風がレトロの公会堂と相性が大変よく、あまり迷わずに描けたのではないかなと思いました。2作目の螺旋階段は絵になるシーンですよね。何気にいる猫たちが可愛いです。土田夏美さんは手書きと CG の2種類の作品です。全く違う作風ながらも確かな技術力が垣間見える作品になっています。松倉久美子さんは絵本としての作品にとどまらず、この絵を見た人が自分自身の心でこの絵をどう受け止めるのかという問いかけも感じる作品です。